皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの空にアメリカ製の戦闘機 F15 もしくは F16 が飛ぶ日が来る、そのような道筋が見えてきた話について解説しようと思います。これまでウクライナに対しては様々な兵器供与が行われてきました。しかし、戦闘機についてのお話で言えば、基本的には西側の戦闘機は渡さないようにしようというのがこれまでの暗黙の了解となっていました。それというのも、強力な兵器をウクライナに渡すと、それによってロシア軍が圧倒的に不利になることは分かりきっているので、そのようなことをするとプーチン大統領が何をするか分からない、核兵器を通常兵器の感覚でどんどんと使い出すかもしれないという恐怖から、兵器供与のレベルを一気に上げることに関しては、フランスやドイツが否定的な考えを示していたからです。これに伴って戦車についての兵器供与についてもこれまではなかなか進んできませんでした。しかし私のチャンネルにおいてはこのような状況は徐々に変わりつつあり、兵器供与の質は上がってきていますよということを皆さんにお伝えしてきました。その一例として、これまでは供与されていなかった西側の戦車、ドイツ製のレオパルト2についての供与が決定したという話を皆さんにしました。そしてこれまでは旧ソ連系の戦闘機しか供与してこなかった NATO 各国の中において、アメリカが自らウクライナに戦闘機を渡すその道筋を示したのです。それではそのことについてわかるニュースをご紹介します。アメリカ下院、過去最大の国防総省予算可決、バイデン氏の要求額上回る。アメリカ下院は2023会計年度の国防予算の大枠を決める国防権限法案 NDAA の採決を行い、バイデン大統領が要求した過去最大の国防総省予算7730億ドルに370億ドル増額して8100億ドルとする案を可決した。これは現在の為替ルートでいうと日本円で約120兆円に近い金額となります。採決結果は賛成329票、反対101票。上院ではまだ承認されていないが、上院軍事委員会は大統領の要求額に対して450億ドル増額する法案を可決している。上下両院でそれぞれの案が可決された後、法案をすり合わせて最終的な予算水準を決定する見通し。記事としてはここまでなのですが、じゃあこのアメリカの軍事予算が一体何に使われるのか、その中身について駐米ウクライナ大使が以下のような発言を行っています。この予算案には10億ドルのウクライナ向け支援が含まれている。そのうちの1億ドルはウクライナ空軍のパイロット及び地上職員に対して F15、F16 の訓練プログラムを提供することに充てられているというのです。ウクライナ軍の持っている戦闘機というのは基本的には旧ソ連系のミグやスホーイであり、欧米製の戦闘機などを取り扱ったことはありません。ですから、戦闘機を支援しようとなった時にはこのようにパイロットと整備スタッフに対する訓練を行わなければなりません。しかし逆に言えば何のために訓練をするかといえば、それは機体をいずれは引き渡すということを前提としているからです。引き渡す予定もないのにさあ訓練しますよというのはこんな滑稽なことはありません。ではウクライナ軍にはこのような米国製の戦闘機を買うだけのお金があるでしょうか。そんなお金は当然のようにありません。しかし皆さんにはこれまでも兵器供与の仕組みはアメリカがすでに整えていますよということをお伝えしました。それはレンドリース法です。第二次世界大戦でドイツと戦っている国に対して兵器を大量に供給したこのレンドリース法、兵器などの対応法というものは現代に復活しました。ですから戦闘機のような非常に高額な兵器について言っても貸しますよという一応形式を整えればウクライナに引き渡すことができるのです。そして実際に引き渡された後にその兵器を使うのはウクライナ軍の兵士ですから、こうした訓練プログラムをパイロットにしても地上スタッフに対しても行うというわけです。ですから今回の予算というのはそのような流れが決定したことを意味しています。ただしこれはあくまでも予算案の話ですから、実際に物事が動くにはどうしても時間の差があります。これから上院において可決し、その時においてようやく予算に基づいた行動が始まります。ですからさあ F16 が今すぐにでもウクライナの空を飛んであっという間に制空権を確保するといったことができるわけではありません。しかし戦いの様相はすでに長期戦に突入していることは明らかであり、このような時間がかかったとしてもその先の未来にロシア軍は圧倒できる兵器がやってくるというのが一つ重要なことなのです。それでは F15、F16 戦闘機というのはロシアに対して有効なのでしょうか。
はっきり言って有効です。現在最新の戦闘機というと、ステルス戦闘機 F35 を代表として、すでに F15、F16 のような非ステルス戦闘機に対しては圧倒的な優位性を持っています。しかし、現在ウクライナで行われている戦闘において、ロシア軍はこうしたステルス戦闘機を投入したという話は全く聞きません。ロシア側は、ステルス戦闘機は自分たちは持っているんだとは主張はしていますが、基本的に彼らの作っている最新兵器というのはどれもこれも特注品でほとんど量産ができていないものばかりです。ですから実際の戦闘においてはほとんど戦力としては役立ってはいません。ですから F15、F16 の投入が始まれば航空優勢は明らかにウクライナ側に傾くこととなるでしょう。 F16 の導入という話を聞いてカタログスペック的にはステルス戦闘機に全くかなわないんだからこんなものは役立たずだという人は必ず出てくるでしょう。しかし戦場というのは常に相手が存在しているものですから相手との戦力対比によって兵器の有効性というものは変わります。今回ウクライナ軍が相手をするのはアメリカ空軍ではありません。ロシア空軍の実力というのは見かけ倒しのものであり、実際問題、ロシア軍の戦闘機はウクライナ軍の対空ミサイルを恐れて低空飛行を行っているものがほとんどです。米軍のようなステルス戦闘機が主力になっているような軍隊が相手でなければ F16 というのはまだまだ現役の戦闘機です。F16 の話ばかりをしましたが F15 にしてもどちらにしてもそうなのですが傑作戦闘機と呼ばれるようなかなりレベルの高いものでありどちらが投入されることとなったとしてもウクライナにとっては非常に心強い味方となります。そして毎回のように少し言及しておかなければならないのはこのような供与される兵器の質については私は文句なしにロシア軍を圧倒できるという話をしていますが同時に指摘しなければならないのがその数です。例えば80キロ程度先まで攻撃できるハイマースは非常に有効ですよという話をしましたがその時に私は必ずその後にしかし数が足りないんだよなという話をしました。同じように今回 F15、F16 戦闘機の訓練プログラムが開始されるということになってウクライナに米国製の戦闘機が渡る道筋ははっきりとしたわけです。あと問題になるのはアメリカがどれだけ本気になってまとまった数の戦闘機を渡すかにかかっています。これまでアメリカが供与した兵器の中には数さえしっかり揃えばはっきりとゲームチェンジャーとなり得るものがありますが残念ながらそのような数というものが満たされてはいないのです。ちなみにしっかりとした数を渡してそれに伴って F16 戦闘機がロシア空軍を圧倒するといったことを見せつければこれは中国に対しても実は非常に有効な牽制となります。というのも F16 戦闘機は台湾は保有しているのですが台湾空軍が F16 戦闘機をどんどんと増やしていく中においてその正面となっている敵というのはまさに中国空軍なわけです。そして中国空軍はロシア空軍機との技術的な系統が近いということもあって F16 戦闘機の有効性というものをウクライナの空において示すことができれば中国における牽制にもなるというわけです。そのようなこともあってウクライナに対する兵器供与 F16 を渡すのであればまとまった数をしっかりと渡しウクライナの空をロシア空軍から取り戻してほしいものです。今日の話というのは決して明日、来週、来月に一気に激変させるような話ではないですが、しかし長期戦を戦い抜くための一つの希望の光になると私は思います。ロシア軍をウクライナ領内から叩き出して、それによって終戦をもたらすというのが NATO 各国が目指すべきゴールだと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしていってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックや投げ銭機能のご利用をぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。